ハロハロ、ずんだもんなのだ。ハロー、メタンよ。最近は暑いのか寒いのかよくわからない天気が続いてるのだ。ウプ主も寒暖差にやられてるみたいだわ。でもアメリカグランプリはとても暑かったのだ。今回も見どころ満載だったわね。ということで今回はアメリカグランプリをデータで振り返っていくのだ。ってことはまたあのニートが頑張ったのね。ニート言うな。じゃあ早くシートを公開するのだ。はいよ。見てるだけで数字アレルギーが出そうだわ。カップタイムの色はタイヤの種類、下にはパステストタイム、薄い黄色はセーフティーカーなどを表しているのだ。でも相変わらず見にくいわね。ここで一つお知らせなのだ。このチャンネルの登録者数が1000人に到達して収益化ができればホームページを開設してデータを見られるようにするのだ。このチャンネルの登録者数が1000人に到達して収益化ができれば、ウプ主によると前回の動画で説明したデータを記載することが不可能だった件をホームページ開設で解決しようとしたけど運用資金がないから収益化でその資金を調達するみたいなのだ。データを詳しく見たい人はぜひチャンネル登録して応援してほしいわ。よろしくお願いするわ。少し脱線したけど早速データを見ていくのだ。このチャンネルでは F1 や F2 を題材に動画を作ってるから、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントをお願いするわ。まずは各ドライバーのストラテジーに関してなのだ。ハースのマグヌッセンがミディアム、ハード、ミディアム、ザウバーのチョウがミディアム、ハードの戦略を取ってたわね。そして謎のコンプラン F も爆誕してるわね。10位以内じゃないからポイントもないのにどうしたのかしらね。タイムデータを見るとハードとミディアムの性能差が変わらずハードの寿命が長かったから今回はハード、ミディアムのリバースストラテジーが正解だったと見ることができるのだ。だからこそローソンの大逆転優勝が起こったのね。そうなのだメタン、このデータを見てほしいのだ。これは角田とローソンを比較したグラフなのだ。このグラフからわかるようにスプリントと同じ18周前後がミディアムの限界と推察されるのだ。燃料を積んで重たい状態の角田と終盤の軽いローソンでは数周は寿命に違いが出てくるのだ。その計算がうまくいった結果のローソン優勝だったと考えることができるのだ。その計算がうまくいった結果のローソン優勝だったと考えることができるのだ。個人的にはミディアムが後に3周持っていてスピンがなければ1ポイントを取ったコラピントと終盤にバトルしていた可能性があったんじゃないかと思うのだ。それは大胆な予想だわね。でも勇気のタイヤマネジメント能力を考えると可能性はありそうだわね。今回はスピンをしてしまったことと戦略がはまらなかったのが勇気がポイントを取れなかった要因だったのだ。そしてローソンはライバルながらよく頑張った、あっぱれと言える結果だったというわけね。今回の勝負はローソンに軍配が上がったけどまたすぐにメキシコグランプリがやってくるから頑張ってほしいのだ。またみんなで角田勇気を応援するわよ。じゃあ角田勇気とローソンはこの辺りにして次は表彰台争いにフォーカスしてみるのだ。熱くて熱すぎた表彰台争いを見ていくのだ。じゃあ早速これを見てほしいのだ。これはルクレール、マックス、ノリスを比較したデータなのだ。まずはフェラーリ、ぶっちぎりで両スピンと速かったのだ。ということは今週はフェラーリの週末になったってことね。マックスとノリスで霞んでしまったけど圧倒的な強さを誇っていたのだ。あとはスタートを制したのも大きかったと想像ができるわね。個人的には前に出さえすれば今年は強さがあると感じることがしばしばあるのだ。
確かにフェラーリの逃げ切り勝ちってことが多い印象があるわね。個人的には前に出さえすれば今年は強さがあると感じることがしばしばあるのだ。まず結果から言うとマクラーレンの戦略勝ちと言えるレースになったのだ。どういうことかしら。マクラーレンは疑似的なリバースストラテジーをとっていたと考えられるのだ。どういうことかしら。マクラーレンはいち早くミディアムとハードの性能差はほぼないと気づいていたと考えられるのだ。だからこそ無線でトリガーという言葉を使ってハードの寿命を生かしてプッシュして抜かす作戦に出たのだ。なるほどね。だからあの差を追いつくことができたのね。だからこそ無線でトリガーという言葉を使ってハードの寿命を生かしてプッシュして抜かす作戦に出たのだ。確かにタイヤ交換した直後はコンマ5秒も速いわね。このペース差はかなり強烈だったのだ。だからこそあのペナルティがとても悔やまれるのだ。結論としてあの間の12コーナーがいろんな人の運命を狂わせてしまったと言えるのだ。前の動画やダゾーンの中のシンジさんが言っていたように、あれでペナルティじゃ抜くなと言われているようなものだわね。もう少しコーナーを変えた方がいいような気もするのだ。ということで今回の動画は以上なのだ。前の動画やダゾーンの中のシンジさんが言っていたように、あれでペナルティじゃ抜くなと言われているようなものだわね。次は連続開催でメキシコグランプリなのだ。果たして勇気の結果はどうなるのかしら。またペレスも引退発表と言われているけどどうなのかしらね。朝早い時間からだけどリアタイする人は一緒に応援するのだ。それじゃまたね。